皆さん、こんにちは。ストップフロンセミナー第1回基礎編にお越しくださいましてありがとうございます。今年の夏は全国各地で本当に暑い日が続きましたね。浜松で国内史上最高気温41.1度を記録しました。また最近ではほぼ毎年のように記録的豪雨や洪水の被害が報告され、今年も多くの犠牲を伴う被害が各地で発生しています。また世界規模でも広がり、山火事の発生、集中豪雨や洪水、記録的な高温化、それによって氷河が溶けるなど、気候危機が今この時代を襲っていることを実感する災害が増えてきました。このような中、気候変動対策として非常に大事だけれども見過ごされがちなフロンの問題について、今日はぜひ皆さんに知っていただきたいということで、このセミナーが企画されました。まず第1回目の今回は、長年フロン問題に取り組み、ストップフロン全国連絡会の前代表でもあり、現在も理事を務めていらっしゃる群馬大学共同教育学部教授の西園ひろみさんに詳しくお話をお伺いしたいと思います。お相手はエコアナウンサーの桜田彩子です。西園先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。西園先生、なぜ今フロンが重要なんでしょうか。そのスプレー缶ですとかエアコンに使われていたフロンの問題は、代替フロンが出てきたことで解決されたのではないでしょうか。はい、西園です。よろしくお願いします。じゃあ、1枚目のスライドをちょっと見てみましょう。はい、まだ表紙でしたね。では、はい、早速ですが、このフロン問題というのをちょっと振り返ってみたいと思います。はい。まずね、1980年代にオゾン層破壊というのがとても大きなニュースになりました。うん。で、その頃はね、学校の教科書とかにも載ってたんですよ。うん。ところが、21世紀に入ってからはもうほとんど関心がね、皆さんの関心が去ってしまいました。で、それはなぜかというと、その今桜田さんがおっしゃった代替フロンというのがですね、なんかオゾン政府というふうにね宣伝してたので、もうこれで問題解決かなというふうにみんながやっぱり感じちゃったんでしょうね。で、ただ温室効果ガスとしてはフロンはとても強力なガスで、しかも、CO2 に比べると、ちょっとなんかマニアックで分かりにくいなというね印象だと思いますけれども、うん。でもね実際には、全く解決していないどころか、皆さん桜田さんエアコン使ってますよね。はい。毎日もうこのはい、夏は夜も朝もずっと使ってました。はい、スーパーやコンビニに買い物に行きますか？行きます。はい、寒いって感じるぐらいあのありますよね。この冷蔵の機器がたくさん。はい、ショーケースが並んでますよね。はい。はい、それから、車に乗った時にカーエアコンも使いますよね。当然使はい、います。はい、というのは全部フロンで動いてるんですね。ですうーからん。全員おそらくもう日本中の方、あるいは世界中のかなりの方がこはい。のフロンを使ってるわけですから、やっぱり全員の問題として考えたい。で、その分かりにくいと言われているフロンを、うん。その身近なものにしようかなっていうのが今日の目的ですね。で、ああ、このフロンを使っているということをまず皆さんに認識していただきたいと思います。いやもうひっきりなしに使っているという感じですよね。もうまさにフロンは実は当たり前に使っているものだったということですね。うん。地球温暖化防止のため、気候危機回避のための二酸化炭素の削減はよく言われますが、そのフロンは二酸化炭素よりも強力な温室効果ガスということなんですね。はい、そこについてはじゃあ2枚目のスライドを見てみましょう。はい。はい、まずね、フロンって普通に言ってますけれども、うん。これは日本ではですね、普通に通用するんですが、外国に行ってフロンって言っても通じないんですよね。これなあ、ぜかというそうなんですか。と、うん。もともとはフルオロカーボンという物質のうちの、そこに書いておきましたけど、よくスマホというのと同じですね。うん。縮めてフロンというふうにはい。言ってるわけです。でだからあ和製英語というふうに言っていいと思いますけれども、で、そのフロンの中には種類がありまして、その、紫の字で書いてあるのはいずれもクロロというのがカタカナで書いてありますけれども、これ塩素のことなんですけれども、これがオゾン層を破壊する、元です。で、
これが昔使われてたフロンなんですけれども、オゾン層を破壊するということが問題になったので、クロロを含まない、その赤字で書いてあるハイドロフルオロカーボン、縮めて HFC と言ってる物質ですね。これが代替フロンの正体なんですけれども、でもね、これオゾン層を破壊するかしないかっていう違いはありますが、全部ね、いわゆる地球温暖化係数 GWP でいうともう2000ぐらいある、つまり、二酸化炭素の2000倍というふうに簡単に言えばいいと思いますけれども、そういう温室効果ガスなんですね。はあ、これは本当に強力な、これほどの威力を持った温室効果ガスだということも、初めて知りました。はい。で、その排出の状況を、毎年国が発表していますので、次のスライドを見てみましょう。はい。はい、これが一番新しい、2018年度の確保値と言われている温室効果ガスの排出量を、抜き出したものなんですけれども、どうですか、これ見ていただいて何か気がつくことはありませんか？まず赤字の先ほど出てきた HFC が、変化率プラス 267.5% となっていますよね。これハイドロフローロカーボン類だけが急激に増加しているというふうに見えるんですが、これはどういうことでしょうか？はい、温室効果ガス全体としては、今、ね、将来のパリ協定の実現に向かって、努力が始まったところですけれども、はい。その前から京都議定書の時代から、徐々には減ってきているわけですね。でその中で、この HFC だけが急激に増えている、ねように見えます。で、実際に増えてるんですけれども、では引き続きですね、もう一枚のちょっとスライドを見てみたいと思います。はい、これはね、ちょっと古いデータで、現在2020年までの数値載ってますが、実際にはこれと少し食い違ってるかもしれませんけれども、一般によく使われている、図です。それで、何を見てほしいかというと、黄色いところが昔から使われていたフロン、赤もそうなんですが、赤いフロンはもっと早く、少なくなってますので、主にその黄色いフロンを見ていただきますと、はい。そこからだんだんその水色に置き換わっているということがわかると思うんですね。はい。はい。で、国が発表しているデータは、その水色の部分なんですよ。ですから急激に増えたように見えるわけです。はい。はい。で、実際にもちろん増えてますけれども、それと同時に、その黄色いのが水色に置き換わっているということは、以前は黄色が主流だったので、実はフロンは、ね、ずっと使われ続けていて、最近増えたということだけではなくて、もう昔から使っていると。で、その場合に今排出されているフロンというのは、その黄色いものと水色のものの両方が出てますから、合わせて考えないといけないんですね。でところがでなるすね、ほど。はい。はい、ちょっとここは条約のからくりなんですけれども、はい。オゾン層の、段階で先にその黄色いフロンを、規制する条約を作ってしまったものですから、これは一般にモントリオール議定書と言われていますけれども、ねその時には、温暖化の問題というのは、無視したわけではないんだけども入れなかったんですね。でその後に、気候変動枠組み条約、京都議定書のお話が出てきましたので、そちらの方ではその水色のフロンだけを取り扱おうということにしたわけです。で結果どういうことになったかというと、黄色いフロンは温室効果ガスなのに数字が出てこないんですね。つまり国も発表してないわけです。ということは、我々が見る数字はその水色の方だけなので最近急激に増えたように感じてますけれども、ね、そうじゃなくても昔からフロンっていうのはたくさん出してきているので、そこを合わせて、ね、もうずっと、これからも先もそうですけれども、全てのフロン類を温室効果ガスとして、見ていかなきゃいけないよという、そういうお話ですね。はい、なるほど。そうしますと、つまりオゾン破壊物質として規制されている HCFC は温室効果ガスとしては規制されていないので、温暖化を促進してしまう温室効果ガスにもかかわらず、ずっとまず出ていると。で、その上、代替フロンである HFC は強力な温室効果ガスであり、その排出量が今どんどんと増えているっていう、こういうことでしょうか。はい、
そこをですね、あまうん。り細かく分けて考える必要はないと思います。ですから、うん。まとめてどのくらい出うん。てるかということを、次の議論にしていきたいと思いますが、はい。もう、これはズバリ、大体、0.5億トン、5000万トン CO2 相当です。うん。日本では大体12億トン余りの、温室効果ガスを出しているというのが、国の発表ですけれども、えそのえ。うちの、0.5億トンぐらいは、フロンが占めているというふうに考えればいいと思います。なるほど。でも、これは実は気が付いていないという方も非常に多いのではないでしょうか？そうですね。うん。やっぱりフロンの問題って分かりにくいので、専門家に任せておけばいいやというような感じで、一般の方もなかなか、興味を持ちにくいんだと思いますが、う最初に申ん。し上げましたように、自分の生活には非常に密着した問題なので、やっぱりどんな対策をしていけばいいのかなというのをね、きちんと、みんなで理解しようというのが今日の目的ですね。はい、はい。ありがとうごで、ざいます。では次のスライドを見てみましょう。はい。これはね、先うん。ほどの条約のお話を少しまとめておきました。かなりマニアックになっちゃうので、これは自分で勉強したい方の参考のために入れておきましたので、ね、その条約の仕組みとかをよく見たいよっていう人は、これをはい。もとにいろいろ調べてみてください。じゃあ次行きたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。これがその冷媒フロンのね、はい。次のお話なんですけれども、あ一番最初の行に書いてあるようあ、に、はい。もう、とにかくフロンは、うん。CFC だろうが HCFC だろうが HFC だろうがまとめて扱います。というのはね、これ実は日本の法律はそういう仕組みにもう最初からしたんですね。それうん。で日本うん。では独特のフロン類という言い方を、使っています。でただ、今、フロン類のほとんどはもう冷媒なので、9割以上も冷媒ですから、まとめて冷媒フロンという言い方をする場合も多いですね。うーで、ん。このフロン類とか冷媒フロンっていう、言い方で言ったときには、もうすべてのフロンを含むというふうにお考えください。はい。それをですね、ええ、使われている分野、実実際に見てみま際に。すと、はい。実はすごくいろんなものがあるんです。例えばうん。ね、自動販売機、これも冷たい飲み物売ってますから、はい。かなりフロンが入ってるんですね。うん。から、東京ドームみたいな大きな建物、東京ドームの場合はもしかしたらフロンではなくて別の方式を使っているかもしれませんが、大きなビルなんかの空調なんかもうん。そういう場合はね、もうフロンが何トンとかいう量が入ってたりしますうーね。そういうのん。も、つまり大小様々あるんですが、そういうのを全部まとめて業務用の冷凍空調機器というふうに呼んでいます。はい。つまり仕事で使っている、機器ですね。それからあとは、カーエアコン。そして、家電の中では、うん。冷蔵庫はね、もう2000年代の初頭ぐらいに、置き換わりました。今はノンフロンの冷蔵庫が主流です。あ、で、それ以外っていうと、やっぱり大きいのがルームエアコンですね。これ日うー本に1億ん。台もあるんですね。うん。はい。それから最近は洗濯機で乾燥ができるものが増えてますけれども、うん。あれもフロンを使っている場合が多いですね。あ、乾燥機もそうなんですはい、ね。結構使ってます。えということえ。で、この3分野が、主な分野ということになります。うーはい。ん。どうですか、あ先ほど一番最初に桜田さんこういうの使ってますよねってお話ししましたけど、はい。そんなにね、知らないものばっかりじゃないでしょう。みんな知っいやてるでしょいや、もう、具体的にどこから排出されているのかというのを見ますと、もう、もう、ほぼ全て我が家からもたくさん排出しているなっていうのを、ちょっとショックう。はい。とともにこれを見ましたけれども、はい。エアコンうん、我が家からもとおっしゃいましたけど、実はですね、はい。えそのえ、家庭からは、出てる量ももちろんありますけれども、そはい。の辺ちょっと数量をじゃあ次のスライドで見てみましょう。はい。はい、その内訳ということで書いておきましたが、これね、なかなかね、ちゃんとしたデータがつかみづらいんですよ。でなぜかとうん、いうと、うん、フロンのこういうね、行方っていうのは、はい。なかなかちゃんと発表されてないんですね。で、実うん。はですね、出荷量すらちゃんと今発表されていません。で、ええ、なぜかっていうと、はい。特定の毒物とかでしたら、出荷量ははっきり、ね、統計が出るんですけれども、うん、いろんな用途で使えるもので、いろんな、つまり売った方としては、フロンを売った方としては、それが、誰が何に使うかってことは、用途を決めて売ってるわけじゃありませんから、うん。ただ、今まで過去のデータでいろいろ推計ができますので、例媒としては大体、3万トン以上、ここでは仮に3万3000トンと書いておきましたが、そのくらいは使われていると思います。
で、これはね、CO2 換算じゃなくて、実際の量ですね。重量ですね。で、それが先ほどの3つの分野でどのくらい回ってるかっていうのは、まあちょっと置いといて、最後に回収されてくる量、つまり使い終わった後に、あの、まあ、集められている量ですね。逃がさないで。これを見ると、これはちゃんと報告がありまして、業務用の冷凍空調機器は5200トンというのが最新のデータです。はい。カーエアコンは700トンぐらい。家電が2600トンぐらい。足し算すると8500トンになりますよね。さっき3万3000トン出荷されてて、8500トンしか戻ってこないってことは、残りはどこ行っちゃったんでしょうね。どこ行っちゃったんですか？どこ行っちゃったと思います？ええもちろんフロンっていうのは機械のはい。中に、何年も入っていて使われてるわけですから、はい。今年出荷されたものが、うん。ね、今年何かが起こるわけではないんですけれども、うん。でも昔からずっと出荷されてるわけですよね、さっきのお話通りね。はい。で、ずっと出荷されてきて、3万トン出荷、8000トンしか回収されないんだから、うん。2万トン以上行方不明になっちゃってるんですよね。で、これ行方不は、明。はい。実は大気に逃げちゃってるんです。つまあり、はい、どっかから、大気に出ていってしまっている量ですね。で、これが、単純に、2万数千トンを2000倍すれば、例えば2万5000トンを2000倍すれば、約5000万トン、0.5億トンの CO2 相当ということになります。うわちょっと怖い数字ですね。もうこれだけえが毎年毎え。年、逃げちゃってるんですあ、ね。そうか、毎年っていうことですよね。年間ですもんね。はい。つまりこの計算とか統計上には現れてこない、この行方不明になっている2万数千トンが空気中にこう放出されて、それが温室効果を発揮して、地球が暑い要因になっていると。そうですね。そういうイメージです。まさにその通り。はい。で、この見えている数字、排出の数字も大きいですけど、見えないものがこれだけあるっていうことは、じゃあどう見えないものに対して対策を取っていけばいいのかっていう非常に難しいですよね。はい。じゃあどうすればいいかっていうのをね、今回のこのセミナーのこの第1回では最後の答えまでは全ては出ないんですね。そのためにはい。また第2回以降も企画してますけれども、はい。まずは方針だけでもね、知っておきたいですよね。はい、おはい。願いします。まずイメージとして、だからそういうね、いろんなところからフロンは大気に逃げちゃってるんだなっていうのが桜田さん分かりましたよね。はい。はい。じゃあ、こんなニュースちょっとね、ありましたっていうのをね、うん。次に見てみたいと思いますが、その前にちょっと法律の話をしておきましょう。はい。あんまり細かいところはいいんですけれども、実はフロンの法律ってもうずっと20世紀の頃から議論されていて、特に最初は、オゾン層破壊のことですね。その上の方に書いてあるように、その、ウィーン条約のモントリオール議定書というのが1987年ですから、もうね、30年以上前ということになりますよね。そこがスタートです。ただしこれは、温暖化のための条約ではありませんので、気候変動の方はその下の気候変動枠組み条約の京都議定書の時に、その時に関わってた方はよくご存知だと思いますけれども、なんかバスケットなんていう言い方をしたんですね。バスケットっていうのは買い物かごの中にいろんな温室効果ガスを放り込んでまとめて考えようと。でその中にフロンが入りました。はい、先ほどの HFC ですね。今はHFC と4ガスと言われている分野です。はい、でこれはもう今パリ協定に引き継がれていますけれども、でこれをもとに、国内法が、できていて、もちろん温暖化対策推進法はありますが、これは温暖化だけのその条約をもとにした法律なので、ここにはCFC や HCFC が入ってきませんから、分野ごとにね、フロンの法律を作りました。これはストップフロン全国連絡会の、2000年頃の一番、大きな活動として、この法律の制定を、議員の方と協力して進めましたが、その時にできた法律、フロン回収破壊法が現在ではその緑の字のフロン排出抑制法という名前になっていますが、これが、業務用の機器のための法律ですね。でそれと別にカーエアコンは自動車リサイクル法、家電は家電リサイクル法。でこの辺の法律はもうよく聞きますよね、自動車リサイクルとか家電リサイクル。で、
これらの法の中には何が書いてあるかというと、まず回収しましょうねっていうのが一つあります。それから、なるべく排出しないように対策をしましょうねっていう排出抑制。そして何より、乱り放出禁止と呼んでますが、わざとね、分かってて放出するっていうのは絶対ダメですよっていうふうに書いてあります。で、こういうふうに書いてあるんだから、なんか普通の人が読むと、あ、もうこれで安心と思っちゃうんですよね。そうですね。規制なんか、しているんじゃないかというふうにうん、見受けられますね。どうですか、これだけもう揃ってるよっていうと、桜田さんもじゃあうん、大丈夫だねってちょっと思っちゃいません？そうですね。ただ、先ほど心配していた部分に関してのこの法律はありますけれど、じゃあ見えなかった、排出、自然にこう排出されてしまっているものに関して、大気中に放出されているものに関しては、うん、これでは取り締まれていないっていうことなのかなとはい。思ったんですが。はい。その辺のだから実態を把握するうん、ということで言うと、次のちょっと新聞記事を見てみましょう。はい。はい。これはね、2009年というふうになってますが、この2、3年前から、これもストップフロン全国連絡会で、だいぶ議員の方にも働きかけて、で、結局フロンは実際には見えないところでその漏れてるんだよって話をね、経済産業省が結局最後は動いて調べてくれました。うーで、その時のん。新聞記事で、細かいことはともかくとして、今までフロンなんてそんな漏れないよって言われていたのが、うん。実はたくさんね、出ちゃってるんだよということがこの時に明らかになって、で、その後、いろいろそのための、ね調査も行われてるんですけれども、なかなかただ実態つかめないんですが、うん。次のスライド見てみましょう。はい。これもう最後のまとめなんですけれども、ね、先ほどの業務用冷凍空調機器、大から小まであると言いましたが、自動販売機なんかはあんまり漏れません。これは冷蔵庫とほとんど同じ構造なので。で、ただ、ね、大きい機械といってもですね、特に例えばスーパーやコンビニのショーケースって、配管がずっと裏を通って長くつながってるんですけれども、やっぱりどっかでちょっと漏れちゃったりすることがあるんですね。うーってん。いうのがあって、その結果、まいろいろな機械から、1万トンぐらいはね、漏れちゃってるだろうと。それから、最後にその機械を壊したり、ね、取り外したり、それからあとは途中の段階でも整備の時に回収しなきゃいけないんですけども、ここがですね、十分、ね、回収ができてない、あるいは、機械はつないだんだけども、もう時間切れだったりして、回収しなかったよとかね、本当はそれはいけないんだけども、そういうことが実際には起こってるんじゃないかと。でそのあたりのところは、この、また、セミナーの続きで取り上げたいと思っています。うん。右に対策と書いておきましたが、ね、まずこれは桜田さんがナレーション入れてくれた YouTube の目指せノンフロンの世界。ねこれ、ストップフロン全国連絡会が、作ったものですけれども、ぜひ、ね見てみてください。はい、それから、回収の方はちょっと技術的な話が入りますので、また改めて、ね、この方法なら完全回収できるよというのをご紹介したいと思っています。そして、カーエアコンなんですけれども、うん。これはね、自動車リサイクル法で、ちゃんと、ね、ルートに乗っかれば、一応回収されていると言えると思いますが、日本の中古車ってね、程度がいいんですよ。質がいいんですよ。うん。だから、皆さんね、外国のバイヤーの方がたくさん来ていて、うん。海外に結構ね、統計上は130万台ぐらいってことになってるんですけど、あれ、車ってばらして部品にして結構輸出もしちゃってるんですね。うん。例えばトラックのエンジンだけとかね、車のバンパーだけとかね、そういうものが、部品として出るんですけど、そうすると多分はい。ね、自動車リサイクルセンターに集まってるのが300万台ぐらいなんだけど、うん。200万台ぐらいは行方不明になっちゃってるっていうのは海外に行っちゃってるんですね。うーそうするとこれ、なん。かなかフロンは回収されませんよね。じゃあどうすれうん。ばいいのかっていうと、まずは車、それから使ってるとガスが抜けちゃってますねとかスタンドで言われたりすることもあるんですけど、これは途中で漏れちゃってるわけですから、だからやっぱり車のああ。ガスは、もうね、フロンを使わない方式に変えていかなきゃいけうん。ないだろうというのがまず一つあります。それから、今、その海外に出すものは、日本で、フロン回収はやっちゃうと。で、向こうで改めて、別のガスを入れるか、あるいは最初から輸出するときに入れとくんだったら、
ノンフロンにして、これは方法としては技術的には可能なので、そういうことをちゃんと義務付けたらどうですかっていうのがカーエアコン対策ですね。それから最後に家電、これはどこのうちにもエアコンがあると思いますけれども、どうですか、自動車でトラックで、エアコン回収しますとかいう、無料で回収しますとかいうトラックが街回ってるの聞いたこそうとありますか？ですね。はい。聞こえますね。あれね、全然回うん。収しないんですよ、フロンは。ああ、そうつまり、なんですか。ただね、ブチって取り外して持ってっちゃううん。ので、だかうーら、そのルートに、ん。家電リサイクルって結構高いじゃないですか。はい。で、これは昔から家電リサイクルは、その料金をどう払うかっていう議論があって、うん。自動車なんかと同じで前払いにした方がいいって言っても、なかなかこれ、国の方の審議会でいくら議論してもですね、そういう制度にならないで後払いのまんまなので、結果、いわゆる不正なルートの方にうん。たくさん流れちゃってるんですね。なるほど。あこれが結構多いんですよね。多分あ。半分以上。ええ。ということで、そのあたりのところをね、皆さんちゃんと共有して、うん。じゃあ自分の中では何ができそうかなっていうのを考えていただけるといいと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。そうか。技術的にも可能な部分があるし、制度的にも例えば私たち、消費者、生活者が知っていることによって、改善ができるということもあるわけですね。うーん、確かにこの目に見えないけれども、負論はとても身近にある課題だということが分かりました。SDGs の目標12、作る責任、使う責任、目標13、気候変動に具体的な対策をにも直接貢献できるし、リサイクルをうまくちゃんと自分でやるという意識を持つことによってエシカル消費にもつながるということが分かりました。今コロナ禍で本当に大変なこと多いですけれども、やればできる、変えられることも多いなというふうに気づかされています。経済やその仕組みを変えていく、その大きな力を私たち市民が持っているということも自覚したいなというふうに思いました。西園先生、そしてご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。また次回もお願いいたします。はい。よろしくお願いします。